皆さんこんばんは、宇野と言います。ベリアントのような頭蓋骨、仰向けの竜骨や沼などを調べてきました。ブレスオブザワイルドをはじめ、いくつかのゼルダゲームのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。今回も視聴者の方からいただいたコメントをもとに考察していく、視聴者コメントミニ考察コーナー、略して仕込み考察です。ハイラル各地の巨大な骨13体を調査してきました。このチャンネルでは、薬剤の目視録やブレスオブザワイルド続編の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。四方に分かれた怨念。続編トレーラー考察の動画に後半の天井に吹き上がる怨念のシーン、怨念が4つに分かれていませんかとのコメントをいただきました。全く気づきませんでしたね。これは偶然なんでしょうか。ガノンドルフはまたしても四神獣を乗っ取ろうと考えたのでしょうかね。それとも前回の失敗を踏まえて今度は魔物の骨に焦点を当てたのでしょうか。四神獣はもともとシーカー族が作った異物であってハイラル側のものですよね。だからシーカーストーンを使って取り戻すことができました。しかし各地の巨大な骨たちは見た目からすると魔物が多いんじゃないかと予想できます。そうなると誰かが討伐するほかなくガノンドルフはそこに正気を見出したんでしょうかね。話は変わりますが、この怨念って写し絵の記憶などに出てくるガノンの怨念と違ってもじゃもじゃというかねっとりしている感じに見えますよね。色もちょっと黒っぽいし、写し絵の記憶で出てきた怨念は濃度が低くてスピードも速い。続編トレーラーに出てきた怨念は濃度が高くてスピードも遅い。そんな見方をしています。ハイラル城がせり上がるあのシーンは限られた角度内しか映ってないので他の土煙は見えなかったかもしれませんが、その外では各地で骨たちが蘇ったんでしょうか。ということで今回はハイラル各地の巨大な骨を回ってきました。気づいたことをお話ししていきます。ヘブラの大化石、これが何であるかは今は迷子になっています。ゾナウの特徴的な蛇の意匠がある扉の奥にあることからゾナウと何らかの関係があるとは思っているんですが、考察材料が少なすぎて妄想の域を出ませんね。ノッキミヒの祠との共通点も気になっています。何か情報をお持ちの方はコメントで教えていただけると考察がはかどって助かります。ラベラ湿地帯、クハン池、クテン池、この骨はヒノックスの骨なんじゃないかと思っています。ここにいるヒノックス3兄弟の親夫婦らしきヒノックスが薬剤の目視録に登場していたみたいなんです。と言ってもテキストのみで実際のビジュアルは出てこなかったんですけどね。話を戻しますと、クハン池とクテン池の骨が親夫婦、ラベラ湿地帯の2つの骨がおじいちゃんとおばあちゃんみたいな感じですかね。この4体と戦うことになるんでしょうか。次行きます。オルディンの大化石。今までは頭部の皿のような特徴的な形の部位からスカイウォードソードに登場するナリシャ様なんじゃないかと思っていました。今回の件で全く新しい魔物である可能性も考えるようになりましたね。次行きます。ゴロスコの骨。魔物なのかクジラなのか竜なのかはたまた巨人なのかわかりませんが、ゴロスコにもありますよね。溶岩の中で生きていた生き物だったんでしょうか。周りは岩で囲まれていて、この巨体で動き回るにはあまりに狭すぎます。ということは溶岩の外でも生きられる生き物だったんでしょうね。この周辺で生きていた生物だったけど死んでから溶岩に落ちたんでしょうか。そもそも溶岩が流れてくる前からここら辺にいた生物かもしれませんよね。謎ですが次行きます。ゲルドの大化石。これもだいぶ前の動画でお話ししましたね。今のところこのゲルドの大化石こそが夢を見る島に登場する風の魚なんではないかという見方をしています。魔物ではないんじゃないかと。どうでしょうかね。もし仮に味方側だとしてもガノンの怨念に乗っ取られないという保証はありませんね。次行きます。ゲルド砂漠の大化石たち。ゲルド砂漠には他にもたくさんの巨大な骨が散らばっています。竜のルケイチという地名があることからも周りの骨はドラゴンなのではないかという説。先ほど話したゲルドの大化石が風の魚というのが有力なことや、ゲルド砂漠には他の地域にはいないモルドラジークというモンスターが登場することから、この周りのたくさんの巨大な骨たちもクジラのような生き物または海の生き物なんではないかという説の2通りで考察を進めていってます。次行きます。竜骨沼。
この後お話しする底なしの沼と同じく、ここも骨と沼のセットですよね。長い胴体、その名前からこれが竜であることはほぼ間違いないんでしょう。しかしブレスオブザワイルドではなぜだかわからないんですが、竜と竜という2つの名前を使い分けてるみたいなんですよね。竜に詳しい方いらっしゃいましたら何か情報をいただけたらなとは思います。この沼ってこの骨の生物の元の肉体が腐ってドロドロに溶けたものだったりするんでしょうか。先ほどのヒノックスと思われる骨もそうなんですが、この骨は仰向けですね。ヒノックスは普段寝ている姿が仰向けなので全く違和感がないんですが、竜が仰向けになるってよっぽどのことだと思います。横向きに倒れているのとはわけが違いますよね。この巨体と対等に戦える巨大な何かにやられたんでしょうかね。そういえば僕の初めての生放送ではリクエストがあってこの竜骨沼を訪れていましたね。懐かしいです。竜骨は武器にも防具にも使われたりするくらい強いものだったようですね。次行きます。底なしの沼。前回の動画からここから何かがせり上がってきてるんじゃないかと疑ってる場所ですね。近くの体と思われる骨は仰向けです。スカイウォードソードの古の大石窟の地下にも結構似た化石化した骨みたいなものがありますよね。そこも泥沼みたいになっていました。ドクロ池周りや周辺の谷と周りの岩の質が似ています。これってもしかして巨大な骨なんでしょうか。ドクロ池という名前も任天堂さんからのヒントとなるメッセージの可能性を少し考えたりしました。そう考えるとキルトンにも何か探りを入れた方が良さそうですかね。それとは別に視聴者の方からコメントをいただいて思い出したのですが、僕が前々から目をつけているトワイライトプリンセスのベリアントに特徴が似ていますね。大きさは違いすぎるんですけどね。ベリアントは砂漠の処刑場の中ボスで2本の角が生えていること、浮遊して謎の光弾を撃ってくること、持っている剣の名前など、風のタクトに登場するファントムガノンに似ている点が多いんですよね。このことから僕はベリアントはトワイライトプリンセスの世界線のファントムガノンだと今のところは思っているんですが、そして砂漠の処刑場といえばゾナウと関係があるんじゃないかと言われている影の世界への唯一の入り口があるところですよね。もうちょっとで繋がる気はしているんですが、いまいち決定打にかけます。今回の骨たちどうでしょうか。共通点は巨大だということ。古の時代、巨大な生物がハイラル中を歩いていたんでしょうかね。ということで今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほど時間をいただいて高評価ボタンを押していただけると今後の動画作りの励みになりますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。